理由書はどうやって作ったらいいですか？はい、理由書はですね、3つの入管法22条の国益適合要件、素行善良要件、独立性形要件、この3つを深掘った形で法律の要件を満たしているんだってことを説明していくことが重要ですので、弊社ではその法律上の要件充足性を具体的に立証していくことを心がけて理由書を作成します。具体的にはですね、まずその素行善良要件なんですけれども、こちらはその刑事罰に過去に問われていないかとか、例えばその窃盗したり、万引きとかですね、あるいはそのスピード違反、そして自動車を運転していて人をひいてしまって過失運転致死傷になったとか、あとは暴行で、暴行罪してしまってないかとか、そういった刑事罰に問われているか、そういった犯罪行為を行ってしまってないか、これを過去にそういった違反をしていないんですということを、立証していく必要がございます。特にスピード違反、車のスピード違反の対応とかですね、違反点数ですね、これらがやはり多いとですね、この素行善良要件変えてくる場面がございます。ですので、それらがない場合ですね、法的機関にですね、その証明書、違反の事実を証明書を請求することができますので、そういったことも弊社ではさせていただいております。そしてですね、次にその独立性形要件ですね、こちらはその、先ほど申し上げた年収の要件のところですね、こちらを、納税証明書であったり課税証明書、あるいはそのお勤め先の、源泉徴収票ですね、これらをこちらにいただいて、それらを表にまとめてですね、各5年間の年収の安定に推移していくことで、そして勤めている会社の事業規模、安定性、経済的基盤が充実しているか、これらですね、立証していく形になっています。この中でも非常にその会社の属性ですね、会社のパンフレット、こういったこと、そして、申請人のお客様のその年収の推移ですね、これらを安定していることを重点的に書いていく形となります。そしてですね、最後ですね、こちらが重要なのがその国益適合要件ですね。こちらは10年の在留期間の要件が原則で、働いている期間、就労ビザですね、技術人文知識国際業務の、在留資格で5年間いうことですね、これらがまず必要になってきます。これらの要件をまずは充足しているということをですね、過去の履歴書、そして在職証明書、これらをですね、客観的資料を使って、この継続在留期間10年間の要件、5年の就労経験、立証していきます。この中でですね、転職経験がただ多いとご注意です。転職経験が多いと、非常にですね、その転職の必要性であったり、その動機、あるいは転職先のその事業の規模、売上、計算書の中身などを見られてですね、不安定な会社に就職していた場合には不許可が得られる要因にもなりますので、この国益適合要件、きちんと一貫性を持って一つの会社で働かれている方の方がやはりそれは当然国益適合要件としては充足可能性が高いので、これらの事実もこちらでは確認して、あるいはマイナスな要素があっても、こちらの方で事実をしっかり確認して、マイナス面をプラス面で説明していけるような形で、カバーする理由書を作成しております。ですので、これらの、説明を踏まえるとですね、ネットにですね、やはりよく掲載されているひな形ですね、来日した理由、今の状況、これからの、考え、これら抽象的なことを並べ立てても結果としては良くない形になることがやはり多いので、まずはそのやはり法律上の要件を充足しているか、これを弊社では事実と客観的な根拠、こちらの2つに即して、徹底的に説明することを心がけておりますので、弊社では現在 100% 永住許可率を維持しておりますので、ご安心しておらせていただけたらと思います。